MF ゴーストの聖地は神奈川県の沿岸部です。小田原箱根エリア、江ノ島エリア、鎌倉エリア、いずれの場所も東京からのアクセスが良好で、歴史に富み絶景が広がる人気の観光スポットとなっています。まずはじめに聖地巡礼するのは小田原駅周辺です。小田原は箱根のふもとに広がる歴史あふれる城下町です。小田原市は MF ゴーストとタイアップをしており、バナーフラッグや特製マンホールが設置されています。まずは小田原駅西口から、ここは MFG の事務所があるという設定です。花田と相葉先輩が出会ったのはここですね。続いては小田原駅東口です。小田原駅東口は小田原城の城下町の名残を残しています。作中に出てきたホルモン焼きの店は東口にありましたが、現在は閉店しています。次は相葉先輩が彼方に牛丼をおごったすき家小田原早川店です。次は MFG 第一戦小田原パイクスピークの舞台となった箱根エリアを紹介します。箱根は東京からアクセスが良い人気の観光地で、温泉や美しい景色が魅力です。まずはじめは箱根ターンパイク入り口です。ここは小田原パイクスピークのスタート地点です。ここからはセクション1、標高差約 1000m のヒルクライムが始まります。パドックもここに設置されていました。次は大観山にあるアネスト岩田スカイラウンジです。ここからはセクション2に入ります。まずは芦ノ湖まで標高差約 300m のダウンヒルが始まります。次は芦ノ湖畔です。芦ノ湖は標高 724m に位置する美しいカルデラ湖です。ここは箱根神社の大鳥居です。ここは遊覧船乗り場前です。ここから国道1号最高地点まで標高差約 150m のヒルクライムを駆け上がります。次は国道1号最高地点です。ここからはセクション3、標高差約 850m のダウンヒルです。次は大平台のヘアピンカブです。ここで彼方がのぞみをオーバーテイクしています。次は箱根湯本です。ここは旭橋、フェラーリがアウディをオーバーテイクした先ですね。
こは箱根湯本駅エヴァンゲリオンの聖地でもあります。駅舎がとても特徴的ですね。次は箱根新道の入り口です。セクション3はここから緩やかな下り坂で長い直線が続きます。次に紹介するのはかまぼこストレート。かまぼこ店鈴広の周辺です。セクション3で一番速度が上がる区間です。ここは東風の釣り交差点、かまぼこストレートが終わり直角に曲がる交差点です。相葉先輩がオーバーランしましたね。続いて聖地巡礼に向かったのは江ノ島エリア。スラムダンクやウォッチザロック、青春舞台野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの聖地にもなっている日本屈指の有名観光地です。まずはじめに巡礼するのは山本橋。ここは三四寺家から片瀬江ノ島駅まで行く途中にある橋です。次は片瀬江ノ島駅です。片瀬江ノ島駅は蓮と彼方の最寄り駅です。片瀬江ノ島駅は竜宮城を模した特徴的な駅舎をしています。続いては新江ノ島水族館付近の風景です。ここは彼方のランニングコースです。次は江ノ島大橋です。江ノ島大橋付近の風景も作中でよく描かれていました。それでは最後に鎌倉エリアを聖地巡礼します。鎌倉は武士の都と言われており、東京からのアクセスが良好です。 MF ゴーストでは彼方の両親の思い出の場所を探すために彼方と蓮が何度か訪れています。まずは北鎌倉駅に向かいます。ここは作中で蓮と若菜が訪れていますね。
円覚寺です。円覚寺はかなり大きな寺院で、境内にある舎利殿と大鐘が国宝に指定されています。残念ながら境内は撮影禁止です。次は鎌倉駅に向かいます。ここから小町通りを通って鶴岡八幡宮に向かいます。小町通りはカナダのバイト先がある場所です。次は鶴岡八幡宮。鎌倉では最も有名な神社です。鶴岡八幡宮は軍神八幡神を祀った神社で、鎌倉幕府を開いた源頼朝が厚く信仰していました。鎌倉の町はこの神社を中心に作られています。作中ではかなたと蓮が初めて2人で鎌倉を訪れた際にこの神社に立ち寄っています。次に向かうのは由比ヶ浜です。ここはかなたと蓮が知らないおばさんに写真を撮ってもらった浜辺です。次は長谷駅です。ここからまずは高徳院に向かいます。高徳院に到着しました。ここは鎌倉のシンボル、鎌倉大仏がある場所です。次の目的地は長谷寺です。ここ長谷寺は通称花の寺と呼ばれており、1年を通じてアジサイやモミジなどで色鮮やかに彩られています。その他にもいろいろアトラクションがあるので、鎌倉に訪れたならばぜひ立ち寄ることをお勧めします。最後の聖地は極楽寺です。ここは極楽寺駅です。駅から極楽寺まではとても近い距離にあります。ここは極楽寺です。
別名あじさい寺と呼ばれており、6月に来ることをおすすめします。